どうも、ベルです。今回は、ドゥームスデイの、レジェンドヒーローの、育成優先順位について、お話ししていこうかなと思います。はい。このゲーム、めちゃめちゃヒーローいて、全ヒーローで育成できるのが、もちろん理想だと思うんですけども、でも覚醒するのに、かけらめちゃめちゃ必要で、経験値やね、ランクアップにも、必要なバッジだったり経験値って、めちゃめちゃ必要になるので、全ヒーローを育成していくっていうのはね、結構難しいのかなと思います。で、そうなった時に、育成するヒーローに、優先順位つけていくことになると思うんですけども、今回はそのあたりのことについて、お話ししていきたいなと思います。はい。では早速本題の方に行きたいんですけども、その前に、このゲーム、戦う時とかに、ヒーロー選択すると思うんですけども、そちらでリーダーとアシスタントを選ぶことになると思います。で、アシスタントなんですけども、こちらはスキルのみ適用されます。才能だったり、舞台数上限だったり、並走っていうのは全く関係ないので、アシスタントでしか使わない場合は、もうスキル解放さえすれば OK です。で、スキルをすべて解放するには、星を4にすればいいので、そこまでが育成の目安になるかなと思います。で、それ以降の育成については、リーダーとして使うヒーローのみ、育成していくのがいいんじゃないかなと思います。はい。ではね、本題の方に戻して、育成優先順位について、お話ししていこうと思うんですけども、サーバー開設から、日が経つごとに、新しいヒーローが、どんどんね、解放されていきますので、解放順でお伝えしていこうかなと思います。はい。でね、まず最初に育成すべきは、キャサリンを覚醒まで目指せるのであれば、キャサリン、シンシア、ジェイレン。キャサリンの覚醒が難しい場合は、シンシアとジェイレン。この二人を育成していくのがいいんじゃないかなと思います。で、まずキャサリンから、お話ししていくんですけども、キャサリンは、初回購入と、あとは VIP1 から10の、専用宝箱の購入で、入手することができます。なんやかんや言っても、キャサリン使えるんですよね。野戦と、ゾンビ狩りと、アリーナと、あと冒険モード、もう何でも活躍してくれます。あとラリーでもね、序盤だと全然打てたりするので、そこでもね、活躍が見込めたりもします。第2世代ヒーローが来ても、全然現役ですし、第3世代ヒーローが来ても、野戦だったらもう普通に全然使えるんですよ。で、キャサリンを育成できているか否かで、戦争のデビューのね、速度もだいぶ変わってくるかなと思いますので、課金できる方は、覚醒目指していくというのも十分にいいのかなと思います。次にシンシアなんですけども、キャサリン覚醒できるのであれば、キャサリンと組み合わせるようです。ただ、覚醒していない方でも、野戦要員として一定の活躍は見込めます。もちろん、単体でね、めちゃめちゃ強いヒーローではないと思うんですけども、でも野戦用のキャラって絶対的に育てなきゃいけなくて、そうなった時に、入手難易度的にもね、比較的容易な、シンシアを育成していくのがいいんじゃないかなと思います。で、かけらは、初期のラッキールーレットと、警察署ガチャと、あとはデイリーブースターですね。こちらで新車選択できますので、入手していくことができます。後ほどご紹介するんですけども、トムとルイ、この2名が来るまでは、新車をデイリーブースターで取っていくのが僕はいいんじゃないかなと思ってます。一応ね、万能かけらでも交換もできるんですけども、こちらはもったいないので使わずに行きましょう。今後本当に大量に必要になるので、あの、新シアにはちょっと温存していくのがいいんじゃないかなと思います。で、次にジェイレンですね。で、こちらは、思い出の旅、こちらですね。こちらと、あとはレーダーのイベントとかで、入手していけるヒーロー、無課金レジェンドヒーローです。正直、めちゃめちゃね、単体で強いわけではないんですけども、育成のしやすさはもうダントツトップで、思い出の旅から、経験値とか、あとヒーローバッジもね、入手することができます。野戦でも、アリーナでもね、あとゾンビ狩りでも、使えたりと、汎用性高くて、スキル構成がめちゃめちゃ万能なので、誰とでもね、組ませられることもあるので、ぜひ育成したいヒーローとなってます。ただ、一方、めちゃめちゃ課金される方で、もう全ヒーローを覚醒するよっていう方については、ジェイレンの育成順位は少し下がるのかなと思ってます。最終的にはこのゲーム、
もちろん万能ではなくて、野戦だったら野戦用のヒーローいて、ラリーだったらラリー用のヒーローがいて、中トンだったら中トンの中トン用のヒーローを使ってみたいな形で、最終的にはね、使い分けしていくことになるんですけども、そうなった時に、ジェイデンって万能に寄りすぎちゃって特化してることがないので、最終的にちょっと使われなくなってしまうかなと思います。ただ、そこまでヒーローが揃うって、多分15人くらいはね、レジェンドヒーローを覚醒するレベルだと思うので、とりあえずは、J で育成するのが、非常にいいのかなと思ってます。はい。ではね、その次行きたいんですけども、こちらちょっとレジェンドヒーローではないんですけども、絶対に育成してほしいヒーローとして、ペギー。こちらも絶対に育成してください。もう大活躍です。チュートリアルを終えた後に、なんかペギーを治療するみたいなね、イベント出てくるかなと思うんですけども、そちらのイベントで入手することができます。これ何がいいかっていうと、もう唯一無二のスタミナ消費ダウンを持ってるんですよ。こちらですね。これ本当ゾンビ狩りともうハイブマインドでもう大活躍するのはもちろん、しかも、覚醒させると、建設速度 10% のバフがつくんですね。もうこれめちゃめちゃでかいので、もう最優先で育成しましょう。もう、無課金の方も、未課金の方も、もう廃課金の方も、もう、誰であっても、もう絶対に覚醒していただきたいヒーローとなってます。はい。ではね、本題の方にまた戻そうかなと思うんですけども、では、サーバー開設から、1ヶ月半くらいですね。するとトムが、解放されます。まずは、ラッキールーレットと伝説のハンターが来まして、その後、デイリーブースターで購入していくことができるようになります。このヒーロー、めちゃめちゃ強いです。何が強いかと言いますと、めちゃめちゃ硬いんですよ。硬いは、カウンターダメージエグすぎるわ、っていうところで、もう第2世代、第3世代のヒーローまで含めても、もう彼はね、もう常に最前線で使い続けることのできるヒーローです。もう本当に強くて、もう中トンがもうね、ナンバーワンクラス、ナンバーワンクラスなんですけど、野戦でも使えますし、アリーナでも使えるので、ぜひね、育成していただくのがいいのかなと思います。はい。で、さらにもう少し大体時間が経過すると、最大サーバー開設から3ヶ月くらいですね。そうすると、めちゃめちゃ強いヒーローの類が実装されます。こちらも、トムとね、同じように、ラッキールーレットと、伝説のハンターが来まして、その後はデイリーブースターで、買えるようになります。類については、僕の動画よくご覧いただいている方は、聞いたことあるかと思うんですけども、ほんと強すぎるんですよ、この人。もう単体で、もうね、バケモンクラスの範囲攻撃を持ってて、もう何を放り出しても育成していただきたいレベルです。もう中トンでも使えますし、野戦もアリーナもラリーも全部使えます。で、しかも、何がやばいと言います。やばいって、これ後ほどご紹介するんですけども、第2世代のラストに、チュンというとんでもなく強いヒーローが来ます。で、その方とも相性抜群で、今、全ヒーローの中で一番強い組み合わせはもう間違いなくチュンとルイです。多分チュンとルイが使われなくなる時代って、おそらく来なくて、本当来てももうインフレしまくった3年後とか、もうそれぐらいのレベルのヒーローなので、もちろん万能かけら、類にめちゃめちゃ強いので使っていただいていいと思うんですけども、急いでなくて、課金できる方は、ちょうど、デイリーブースターとかでも買えないヒーローがどんどん来るので、そっちのために万能かけらを残しておいて、デイリーブースターで覚醒目指すのも、一応ありなのかなと思います。はい。ではね、次に第2世代ヒーローについて、移っていきたいかなと思うんですけども、まず最優先で育成したいわけではないんですけども、育成を検討したいのがベラです。伝説のハンターで取れるのかがちょっとごめんなさい。分かってないんですけども、一応ラッキールーレットで入手可能となります。このヒーロー、何がいいかと言いますと、移動速度めちゃめちゃ速いんですよ。もう追撃性能めちゃめちゃあって、なおかつもう好きなとこに逃げれて、で、しかも火力かなりあって、もう野戦するの、めちゃめちゃ楽しくなるヒーローなのかなと思ってます。同じ時期に、入手できるヒーローで、トップ司令官から入手できるスベンもいるんですけども、優先度はベラの方が上です。理想で組ませるとしたら、スベン、ベラで、組ませるんですけど、
キャサリン覚醒していない方は、ベラシンシアで運用して、キャサリン覚醒されている方は、キャサリンシンシアで、シンシアちょっと使いたいので、ベラはちょっと少し育成頑張って、スベンとね、ちょっと使うのがいいんじゃないかなと思います。ただ、最後にご紹介する、チュンがあまりにやばいので、無理にね、ベラを育成する必要はないです。万能かけらを、使っていくのもね、全然 OK なんですけども、余裕があれば育成するのがいいんじゃないかなと思います。はい。ではね、第2世代ヒーロー最後で、今回の最後にもなるんですけども、チュンです。もうね、ほんと、僕めちゃめちゃ言ってますけど、もうこの人やばすぎるんですよ。もうルイと同じで、もう全部強いヒーローです。火力ナンバーワン、しかも沈黙効果持ち、で移動速度アップ。もう別格の強さを持ってます。ラッキールーレットから入手可能なんですけども、もうね、何が何でも覚醒させましょう。この方のために、もう全力で万能かけら貯めていきましょう。万能かけらはもう彼女のためにあるので、もうそれぐらいのヒーローです。ルイとね、組ませることになるんですけども、正直、チュンとルイをどっちも覚醒しているかどうかで、もうその方の野戦の強さもそうですし、もうその人自体の強さっていうのももう大幅に変わってくるので、もう本当何があっても覚醒しましょう。もう本当はチュンが来るまでに万能かけら貯めていくのがおすすめのヒーローとなってます。おすすめとなります。はい。ではね、ここまで育成すべきヒーローについて、お伝えしてきたんですけども、もちろんね、余裕があれば、駐屯用に、ライゴロを育成したり、覚醒できるのであれば、野戦用にね、中野さん育成したり、工場用に第2世代ヒーローの、ジョニー育成したりなどと、いろいろあると思うんですけども、今ご紹介したヒーローが、育ってないと、正直別のヒーロー育成しても、結局あんまり活躍できなかったりするので、ぜひね、参考にしていただければ嬉しいなと思います。で、今回ご紹介したヒーローについて、ベラとチュンについては、ちょっとまだ紹介動画作ってないんですけども、他のヒーローについては、詳細解説動画ございますので、もしね、詳しいこと気になるよという方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼ってますので、そちらご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。